ご視聴ありがとうございます。今回は最近買った道具10月分ですね、いくつか簡単に紹介させていただきます。1つ目、スナップオンのフレックスロッキングラチェット。首振り機能をフリーでもロックでも使えるラチェットです。エクストラロングとしては今までラインナップがありましたが、とうとうスタンダードと普通なロングが発売されました。スナップオンからは新型ラチェット F100 と呼ばれるものが近々登場するようですから、デュアル80と言われた世代のラチェット最後の製品となりそうですね。一番の特徴はこのロックレバー。こっちでロック、こっちにすると首はフリーで使えます。15度ごとにカチッカチッとノッチがありまして、それぞれの位置でロックして使うことが可能。その中間でロックすることはできませんが、これだけ細かく調整ができれば困ることは少なそうです。ヘッドのつなぎ方が特徴的で、普通のフレックスとは逆、ヘッド側にコの字形状を持ったラチェットです。強度的にこれはメリットがあるのでしょうか。一昔前はブレーカーバーなんかでこれとは逆、ハンドル側にコの字がある方が良い道具だと聞いたことがありましたが、どっちがいいんすかね。わかんないですけど、スナップオンのこれは使ってみるとたわみが少ないような高い剛性を感じます。普段は0度で固定、普通のラチェット感覚で使っています。障害をかわすときは15度で使用。90度に立てると手首を返すだけで早回しなどがやりやすく。ロックをかけるメリットは、力かけた時に意図せず首が曲がってしまわないので事故りにくいってことと、早回しなどの操作で首が動かないのでとっちらかることがないっていうことでしょうか。ソフトグリップは力入れやすいっすね。表と裏でちょっと形が違っていまして握りやすく、グレーのカラーリングは落ち着いた感じで良いです。ただ個人的にスナップオンのソフトグリップは合わなくて、将来的に交換してみようとは思っています。まだ使い始めて間もないですが、結構気に入って使ってます。ヘビーデューティーなラチェットハンドル、首振れる汎用性にロックすればパワープレイでも安心。ただヘッドの大きさや本体の重量重さはやはり感じてるっすね。狭かったり細かなところでは使いにくさも出てきます。似た機能を持つ他社品と比べて重さからくる疲労も感じます。この辺は使う前に手にした時の印象そのまま。興味ございましたら手にしてみていただきたいです。2つ目、クニペックスのスナップリングプライヤー。日本限定なのかな、黒いグリップのタイプです。持っていなかったサイズを1つ追加しました。今まで1つ下のサイズで無理やりやってまして、使えるには使えたんですけど、パチンと外れてしまうことも多く、さすがの適正サイズですね。一切の不安がなく、スルッとリングを付け外しすることができるようになりました。グリップの色が違う以外は従来からのラインナップと同じものです。クニペックスのこのスナップリングプライヤーは先端強くてたわみませんし、プライヤーの合わせもガタがないのでリングが外れにくく、とても信頼をしている製品です。スナップリングプライヤーはサイズが細かく分かれていますし、穴用、軸用と2種類ございますから、ごちゃっと適当に保管していますと使う時に探すことになるんです。しかしこれだけ黒いので、これはパッと見つかります。例えばよく使うサイズだけ色を変えるとか、穴用、軸用の軸用だけ色を変えるとか、おしゃれや好みといった以外にも色を変えるメリットはございます。限定とのことでなくなり次第終了。もう一点、クニペックスは限定色としてグリーングリップのニッパーも販売が始まりました。私このサイズは赤色使っていますが、色違うだけで印象随分と変わるっすね。写真で見た傾向的な緑ではなく、全然暗くはないですが落ち着いた雰囲気な緑です。やはり新品はビッとしていていいです。赤グリップの方も動画撮りますのでしっかりと磨いたのですが、傷はあるし角は落ちてるし、黒染めの色も新しいものよりは薄くなってます。光にかざしてみますと、緑は刃に隙間ができません。古いものは刃がガタガタ、隙間ができてしまっています。ただこれでも切れ味が悪いとは感じていませんので、クニペックスのこれ良いニッパーだと思っています。緑は目につきやすいので置き忘れ防止にもつながります。また限定色になりますからプレゼントにも良さそう。これらの製品検討されていた方は色違いシリーズもなかなか良さげです。
ぜひ実物をご覧になってみていただきたいです。3つ目、シグネットのターミナル外し。2本一緒に差し込んで外すタイプのターミナル外しを持っていなかったので買いました。というか、最初はリーズナブルなやつ、Amazon などで売っていますこういうやつ買ってみたんですが、全然外すことができなかったんです。差し込み部分の剛性がなさすぎて、端子のキャッチを抑えることができず、道具の方が負けてしまいました。で、これを試してみることに。赤と緑の2個セット、それぞれに異なる6パターンの端子外しがついています。何がどれに使えるなどの説明はありません。今回使ったのはここ。対象はアウディなどに使われているボッシュの O2 センサーのコネクタです。熱でやられてしまったのかキャッチ部分が折れまして交換をすることに。余談ですがこのコネクタが1つ2000以上しまして、コネクタって高級品だよなと注文するたびに思うっすね。使い方はこれを前から突っ込むだけ。ターミナルの爪、ここっすね。ここを押さえるように差し込みます。ただ、経年劣化で硬くなっているコネクタでは言うことを聞いてくれないものも多いので、使うのにコツみたいなのはございます。例えば、今回の端子については、差し込んだ後にちょっと回すと爪をしっかり押し込むことができるのか外しやすくなりました。それから、どのターミナルも大体そうですが、引き抜く方向にはあまり力を入れないということでしょうか。爪をちゃんと押せていればスルッと抜けます。なかなか抜けないとどうしても強く引っ張りたくなりますが、それで抜けることは稀ですし、最悪壊すことにもつながります。力かけるならば引く方向以外にパワーをかけてみることをお勧めしたいです。6ピンをすべて抜いて作業は完了しました。さて、特別使いやすい道具だとは感じていません。汎用的な道具 6-in-1 ですから決して持ちやすくはないです。また動画を撮るために端子だけ別に買ってもう一回作業をしてみたところ、全然これ外すことができなくなってしまったんです。ターミナルにも個体差みたいなのがあるのでしょうか。爪を押し込むことができてない感じでした。結局緑じゃなくて赤い方の1箇所と最初に買った不満しかなかった抜き工具を組み合わせてなんとか外すことはできました。ですからめっちゃおすすめって感じではなくなっちゃったっすね。ただこれのおかげで外せたというのは事実ですし、その後も赤い方ですけど使っていますので、助かってはおります。シグネットにしてはこれとてもリーズナブルって価格ではないですが、しかし端子メーカーの出す引き抜き工具は恐ろしい値段することありますから、とりあえず持っておくというのはありかも。これで対応できそうならシグネットのターミナル外し試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。